よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さん、猫の粘土で作った猫の作品でかなり著名なんですけど、子供の頃からやっぱり、絵を描いたり造形物を作ったりっていうのはお好きだったんですか？はい、そうですね。ずっとやってましたね。で、学校とかは？学校も図工が得意な子供でしたね。得意というか好きで子供でしたね。なるほどね。そういうお子さんって高校から大学受験の時にそういう美大行こうとか思ったりすると思うんですけど、日本では行こうとは思わなかった？まず高校が私も美術系だったので、ね、はい、でも美術系に進もうと思ってたんですけども、もう中学時代から私は外国に行きたくてだからガーナにペンフレンドがいたんですよ。もう高校で外国行きたいとか思ってたんですけども、さすがにそれはやめなさいって言われて、じゃあ大学ぐらいからだったらいいわよってことだったんですけども、そうですね、それで美術系になぜか大学附属の美術系に入ってしまって、でもそれでもそこの大学には行かずに、日本の美大には行かずに、そこの区切りとしてフランスにいらした。そうですね、もう全然もう外国に行きたいっていうのがとにかく、美術に行きたいっていうよりも外国に行きたいの方が多かったかもしれないですね。何年ぐらい？5年いまして、日本の美術大学とは違って、美術学校だったんですけども、フランスはですね、もう自由すぎて、放牧状態で勝手にやってくれ、好きなようにって感じでしたね。じゃあかなり自分がちゃんとやらないと置いてかれるような感じ？そんなハードな感じでもないんですね。だからカリキュラムがちゃんとあったわけでもないし、だからもうなんか独自性をどうやってやるか、もう独自性を出すことにみんな集中してて、アカデミックなことを学ぶっていう雰囲気ではなかったですね。だからデッサンなんかもやっぱ日本から来た人がやっぱしダントツに誰もがうまかったので、私も一瞬私は天才かと勘違いしました。帰ってこられてすぐ猫ですか？そうですね、独自性、私の独自性といったらそこでしたね。はい、今思えば一番最初に目覚めたのは犬だったんですけども、そう犬飼ってた時に死んじゃって、多摩霊園の犬猫霊園があって、あそこになんかお供えしようみたいな時に紙粘土でその犬を作ったのがちょっと今思えばあそこが原点だったような気もしますね。それを作ったことで亡くなったワンちゃんに自分が気持ちを込めてお別れみたいな、そうですね、形になってるとちょっと復活するような雰囲気があったのかもしれないですね。気持ちが整理できたみたいなね。そうですね。そうなるとやっぱり身近にいる猫とか、動物をねやるのが自然だったのかもしれないですね。もう一つ猫の世界っていうのと、もう一つ高橋さんの作品の特徴は展覧会5点のね、タイトルですとか、猫についてるその作品についてるタイトルが、ダジャレなんですよ。そうですね。そこなんですけど、確かに普通に遊ぶ猫とかいうよりはなんとかってダジャレの方がみんな親しみを感じるとは思うんですけど、その辺のそのダジャレが来た理由っていうのはどっからなんですか？それは本当に沈黙が怖いだけです。普通にすると怖い。作ったの見てとか言って。あーっていう無反応が怖かったから、せめてダジャレで少しは笑ってくれっていうのが一番大きいかもしれないですね。で笑ったらそこを取っかかりに語るという、向こうもその方が気が楽だろうし、気を使った結果そうなりました。鑑賞してる側としてはやっぱり普通にあるよりはダジャレの方がいろいろ話がしやすくなる。そうですね。だからすごく分かりにくいアートとかやってる人はすごい偉いなって思いますね。作品見てると、猫が先でタイトルのダジャレが後っていうよりも同時発生的な感じがするんですけど。そうです。もう後で強引につける場合と、最初からもうこれはやらなきゃとか思って作る場合と2パターンあって、あと最後に土壇場で変えたりとか。
思いつかずに苦しむのとかいろいろあります。高橋さんご自身がその作品作ってて、何が一番楽しいですか？やっぱり出来上がりでよくできたなって思った時はどうだって感じになりますけれども、そこ作ってる最中はもうそれも楽しいですね。時間に余裕があってやってる時が一番楽しいですね。このね、そういうふうに作って作家さん自身が楽しいっていうそのポイントは、一般のこの本を見て作る方にも味わっていただけるものだと思うんですけども、その一般の方が作る時にどこを一番気をつけたらいいんでしょうか？自由に作っていいのかな。あんまり考えすぎてまずね、皆さん私不器用なんだっておっしゃいますけども、それでも不器用な方なりの可愛いのができますので、今まで粘土教室やっててもそんなこれはひどいみたいなの思ったこと一度もないですし、ちょっとバランス悪くてもそれはそれですごく可愛いんですよね。だから本物の猫もバランス悪いからって可愛くないってことはないので、変なところに変な柄ある猫ってすごい可愛いじゃないですか。そういう可愛さがあるので、猫自体が自由なんで作品も自由でいいと思いますね。そういう意味では素人だからといって技術的に何か変なところが出ちゃっても猫っていう素材がモチーフがカバーでしてくれるみたいな感じですかね。そうですね。別に売り物にするわけじゃないので、もう自分が思ったように作ればいいのかなって感じですね。もう結構はちゃめちゃな作品作ってこれはもうこれ好き好きって自分でねずっとおっしゃってる方とか見ると、よかったと思いますので。はい。基本的に手を動かすことって、万国共通というか、だからこの本は世界の皆さんにも向けて作ってるものなんですけども、そういう点でも今おっしゃった基本は変わりませんか？はい変わらないですね。で最初のこの本はステップごとには一応分かれてるんですけど、何回もそういうステップを自分で繰り返しながらいろんな猫を作っていくうちに、技術的には少しは向上してきますよね。そうですね。やっぱり何回か作っていると前のよりはこっちがいいとか、でも4回前のやつが一番いいとか、どんどん自分の中での比較ができるので、たくさん作っていくとだんだん面白くもなってきますし。そうですね。で一回うまくいったのを思い出して、こういうふうにやっていくとうまくいくんだなっていうと、だんだん自分のスタイルが決まっていくから、でスタイルが決まると割ともうスムーズにいって、いろんなバリエーションも生まれてきてって感じになってくると思いますね。最後に世界の各国の方の言葉でダジャレ作ってタイトルつけると。そうですね。万国共通ダジャレを発明しないといけないですね。それが理想ですよね。ね。はい。わかりました。じゃあ今日はそのところで。調子に乗る。